いろいろ見て回りたいけど、すごく疲れてる。今日はもう寝よう。ノアちゃん？そんなに慌ててどうしたのかな？いやだってこの部屋、なんでこんなことに？ノアの描きたい絵になってくれなかったから消さなきゃって思ったの。そしたら全部こうなっちゃった。絵が勝手に動くって言ってたっけ？ノアちゃんは魔法をコントロールできないってこと？君は夏目あんあんちゃんだよね。何か僕に言いたいことがあるのかな？僕に何か用？人見知りが激しいのかな？どけって。ごめん。ノアちゃんと同室だったんだね。知らなくてほんとごめん。あんちゃんだ。おかえり。あんちゃん、大丈夫？一体何があったんだ？あんちゃんがこの部屋にびっくりして貧血を起こしちゃったみたいで。マップには医務室があったね。アンアン君をそこに連れて行く。びっくりさせちゃったのかな？そうみたい。じゃあ今度はあんちゃんが喜んでくれる絵を描くね。多分この匂いも原因っぽいから、あんちゃんとノアちゃんって相性最悪なんじゃ。でも楽しそう。本当に絵を描くのが好きなんだ。やめた方がいいなんて言えないや。僕らはまだほとんど知らない者同士だし。エマさん、朝ですよ。起きてください。あとちょっと。って、やっぱり夢じゃなかったんだ。僕、ここに捕まっちゃったんだ。朝食の後の自由時間が長いので、牢屋敷を探索しようと思ってるんです。一緒に行きまそうだね。顔洗うからちょっと待ってて。そういえば隣は、相変わらずお絵かきしてる。
アンアンちゃんはいないみたい。あの後大丈夫だったのかな。すごい。バルーン。バルーン？エマさん知りませんか？世界的に有名なストリートアーティストですよ。正体不明でその姿を見た人もいないって噂だったんですけど、まさかのノアさんだったんですね。すごいすごいすごい。ノアさん、サインください。サイン？ノアさん、バルーンなんですよね。ああ、そうだよ。照れるなあ。世界的に有名なアーティストって本当に？ただちょっと変わった子だとばかり。そんな有名人が捕まってるなんて。ねえ、ここに連れてこられたのって絶対騒ぎになってるよね。そういえばレイヤちゃんも芸能人だし、世間が黙ってないよ。きっと警察が僕らのこと探してる。どうでしょう。この牢屋敷は国家ぐるみな気がします。獄長さんが言ってましたよね。全国で行われた検査に引っかかったって。そうなると警察が動くような事態にはなっていないのでは？むしろ協力した側かも。もしかしたら私たち死亡扱いになってるかもしれませんね。そんなのおかしい。このままにしちゃダメだよ。ヒロちゃんが殺されたことちゃんと外の人に知らせないと。救助を呼ぼうよ。それもまたありな展開ですか。脱獄するってことですね。脱獄？僕らは間違ってここに連れてこられた。だからまずは脱獄を考えよう。でも昨日脱走したアリサちゃんはあっさり看守に捕まってたっけ？看守って何人もいるのかな？今のところ確認できたのは一人ですね。看守の目を盗めばなんとかなりそうな気もします。僕らはまだここのことを知らなすぎるし、いろいろ見回っていい脱獄方法がないか探そう。承知しました。こういう場所もあるんだ。よかった。全部がひどい場所じゃなくて。エマさん、シェリーさん。メルルさん、見かけないと思ったらこんなところにいたんですね。はい。アンアンさんの具合が悪いって聞いて放っておけなくて。ごめんなさい。謝らなくてもいいですよ。偉いです、メルルさん。そんな。アンアンちゃん、ずっとここにいたんだ。具合はどうなんだろう。高熱が出ていて、獄長さんをお見かけしたので聞いてみたら、さすがに自室じゃなくて医務室で過ごしてもいいとのことでした。そうなんだ。割と緩いんだね。君たちか。アンアンちゃん、大丈夫？あまりいい状態とは言えないな。でもメルル君に随分助けられたよ。中庭に植物がたくさん茂っているんだが、ハーブを摘んでお茶を入れてくれたんだ。随分気持ちが落ち着いたんじゃないかな。へえ、メルルさんすごいですね。それでこの空間はすごく優しい匂いがするんだ。中庭、そういえば通路の途中に出られるところありましたね。とても雰囲気がいいところでね。よければ案内するよ。
外の空気。ここは囲まれているけれど、正面玄関から外に出てみるといいよ。自然が溢れていていい景観なんだ。もっと開放的になれると思う。僕らてっきり正面玄関は鍵がかけられてるのかと思ってた。自由時間は本当に自由に歩き回らせてくれるみたいなんだ。たださすがに外出禁止時間は鍵がかけられるみたいだけどね。おや、桜庭エマさん、立花シェリーさん、蓮木レイヤさんじゃないですか。獄長。私たちは規則に従って生活をしている。何も悪いことはしていないよ。ええ、その調子で頑張ってください。ここはとてもいいところですから、楽しんで暮らしていただけますと。遭遇できるなんてラッキーです。ちょっといいですか、獄長さん。ここずいぶん古い建物ですよね。獄長さんは長い間何度も囚人を迎え入れているんでしょうか。過去に捕まった囚人はどうなったんでしょう。この牢屋敷って何なんですか。ぜひ教えてください。やれやれ。ま、わからないことばかりなのもかわいそうですよね。あまり時間は取れませんが、ほんの少しだけ教えてあげましょう。この牢屋敷はですね、500年前からあるんですよ。500通りで老朽化が激しいわけだね。その当時は魔女を捕らえる場所ではなく、魔女が普通に暮らしているお屋敷でした。大魔女を中心にたくさんの魔女が仲良く暮らす良いところだったんですよ。ある時、魔女とは違う種族、人間がこの島にやってきた時も、この中庭でお茶会を催して魔女たちは人間を歓迎したんです。それがなんで囚人を捕らえる牢獄なんかに。それは大魔女がおっと、おしゃべりのしすぎはよくありませんね。私はこれで。牢屋敷、大魔女、大切な情報な気がする。魔女図鑑にメモしておこう。もっと獄長さんのお話聞きたかったですね。でも大収穫だった気がします。シェリーちゃんみたいに素直には喜べないけど。どんな本が置いてあるのかな。読めない。私たちの国の文字じゃありませんね。この牢屋敷ってどこの国にあるんでしょうね。というか、まさか異世界？そんな絶望するようなこと言わないで。エマさん、これ見てください。これって前捕まってた魔女候補の子たちの誰かが書いたんですかね。そうかも。高まりますね。ちっとも高まらないよ。他の方にもこういうメッセージが残されていたりするんですかね。ちょっと調べてみませんか。今はやめとこう。さっきの血文字、なんだか怖いよ。それに、この数の本を調べるなら、もっと人手もあった方がいいと思うし。あら、マーゴちゃんだよね。いたんだ。
ええ、かわいいさえずりが聞こえたからちょっと覗きに来たの。うるさくしてごめん。いいのよ、読める本も見当たらないし暇してたところだったの。これってタロットカードですよね。ええ、娯楽室に置いてあったからもらったの。もともと好きだったのよ。あなたたちのことも占って差し上げましょうか。マーゴさんはもしかしてタロットカードで魔法を使うんですか？いいえ、なんでそんなことを聞くのかしら。私、みんながどんな魔法を使うのか気になっちゃって。かわいいわね。でもごめんなさい、どんな魔法を使えるのか教えたくないわ。この牢屋敷でこれから殺人事件が起こるとしたら、手持ちカードを晒すのは愚かだと思わない？殺人事件なんて起こるはずないよ。塔の聖一、近い未来誰か死ぬわ。あなたたちも身辺に気をつけて。誰が殺意を抱いているかわからないもの。そんな、みんなを疑うようなこと。あら、昨日知り合ったばかりなのに随分優しいのね。甘いと言った方がいいかしら。お互いのことまだ何も知らないのにどうして信じられるの？それは、でも、少なくとも僕は殺人をするような子はいないと思う。あなたが唯一親しかった二階堂ヒロは誰より早く殺意をむき出しにしていたようだけど。そろそろ行きましょうか、エマさん。お邪魔しました。またマーゴさんのこと詳しく聞かせてくださいね。占って欲しかったらいつでも言ってちょうだい。ここはまさに憩いの場ですね。なんだか安心しません？いやー、学校によくいる女子の光景だなーって。確かに派手グループにいそう。口も聞いたこともないタイプだけど。どうしましたミリアさん？誰だっけ？ごめん、まだ顔と名前一致してなくてよくないよね。立花シェリーです。この子は桜庭エマさんで、何に驚いてたんですか？そう、スマホを見てたらいきなり猫耳の子が映って、君らのスマホでも見れるかも。スマホに映った？ミリアちゃんと同じ反応しちゃった。へえ、このアプリ配信もできるんですね。どうもココタンだよ。今日からあてしの配信が始まるよ。みんな見ろよ。お、同説さん、いいペースなんじゃね？拡散宣伝よろしく。最高同説でも11しかいないですよね。
それ言っちゃダメなやつ。まずはあてしの趣味について語るか。あてしは推し活が趣味なのね。推し活こそ我が人生、推しが生きてる価値なし、他はみんな死ねって感じで。時間の無駄でしたね。それ言っちゃダメなやつ。何のために配信機能なんてついてるんだろう。せめてもの慰みじゃないですか。私たちにとって身近なものですし。外との連絡手段になったりとかは。ないでしょうね。そんなザルだとは思えません。だよね。ミリアちゃん、よくこんな古い映画の再生方法知ってたな。なんか心病んでる？ここって何ですかね。中には入れないようですが。覗き窓があるから見てみようか。大丈夫ですか、エマさん。一体何をそんなに驚いて。これはまたえぐいですね。よく見えなかったけど拷問器具みたいだった。逆らったら拷問されるってこと？ここが国長さんの言ってた懲罰房でしょうね。規則を破った囚人はここに入れられると。叫んな。出せよ。やっぱりアリサさんは懲罰房行きになったんですね。探そう。アリサちゃん。誰だてめえら。大丈夫ですか？ひどいことをされたのでしょうか？てめえらに関係ねえだろ。でも一つ忠告しといてやる。屋敷から遠くまで逃げると監視のバケモンフクロウが大量に飛んでやがったよ。そいつらに見つかった途端看守が飛んできた。脱獄は難しいってことだ。高い兵があったから燃やそうとしたんだが、それも無理だった。不思議な力で炎がかき消えちまって。どうなってんだよ、クソ。兵を燃やそうとした？過激なことするな。私たちは囚人として捕まっているので、この監獄もやすやすと私たちを逃がすわけありません。難しくて当然なのでは？笑いに行きやがったのか、てめえ。あっち行けよ、消えろ。どうやら元気そうですね。規則によれば明日には出られるでしょうし、とりあえず無事が確認できてよかったです。そうだね。足かせまでつけられてかわいそうに。アリサちゃんって最初から足かせをつけられていたような。ああ、そうでしたっけ。いきなりハードモード囚人だったんですね。要注意人物だと思われてたんでしょうか。そうかも。